皆さん、こんにちは。日本語講師のゆりです。このポッドキャストのコーナーでは、文法はわかるのになぜか日本人の反応が読めない。そんな経験がある方に向けて、ネイティブの頭の中をお届けしていきます。このコーナーでお伝えするのは、日本語ネイティブの中でも特にコミュニケーションが上手な人たちが無意識にやっていることです。さて、早速クイズをしたいと思います。今から言う場面を想像してみてくださいね。あなたは会社員です。今日仕事で大きなミスをしてしまいました。自分のデスクで一人、机で一人落ち込んでいます。そこへ上司がやってきてこう言いました。大丈夫ですか？あなたは大丈夫じゃなかったので正直にこう答えました。大丈夫じゃないです。すると上司はすごく驚いた顔をしました。あなたは場の空気が固まったのを感じました。さて、この時上司の頭の中で何が起きていたと思いますか？少し考えてみてください。まず最初に言っておきたいことがあるんですが、大丈夫じゃないですと答えること。これ自体が間違いなのかというと、実はそうとは限りません。日本語ネイティブ同士でも大丈夫じゃないですと答える場面っていうのは普通にあります。例えば、顔色悪いけど大丈夫？いやー、全然大丈夫じゃないです。みたいな会話は自然ですね。じゃあ、何が起きているのかというと、答えは言葉ではなくて関係性にありますね。もう一度、さっきの場面に戻ってみますね。上司が大丈夫ですかと声をかけたとき、上司はどこまでのことを引き受けようとしていたと思いますか？結論から言うと、上司はあなたのことを気にかけていますよと伝えたかったんですよね。でも、今からあなたの感情ケアを全面的に引き受けますとは言っていないわけです。つまり、大丈夫ですかというのは気にかけているよというサインを送る言葉だった可能性が高いです。そこに、いや、大丈夫じゃないです。と返ってくると、上司の頭の中では、これは私はどこまで関わるべきなんだろう。今ここで話を聞くべきかなというふうに、急に責任が発生しますよね。だから空気が一瞬ね、止まるわけです。問題は正直に答えたことではなくて、相手が今その場で受け取る準備ができていなかったものを、ポンと渡してしまったことにありますね。この感覚は大丈夫ですかだけの話ではないんですよね。お疲れ様ですは本当に疲れているのか確認しているわけじゃないですし、また今度行きましょうっていうのも必ず次の予定を決めているわけじゃないんですよね。今度飲みに行きましょうとかも一緒ですね。すべて言葉の形は違うんですが、やっていることは同じなんです。関係性を確認したりとか維持したりするための言葉なんですよね。日本語ネイティブはこの言葉はどういう意味かではなくて、今この関係性でこの言葉はどんな機能を果たしているのかっていうのを瞬時にやっぱり汲み取っている、読んでいるわけですね。多分ね、みんな意識はしていないと思います。単語の意味はわかるし、文法も間違ってないのになぜか会話が噛み合わないという経験をしたことがある人はいると思うんですが、今日の話はまさにその壁につながっていますね。ちなみに私自身は大丈夫じゃないときは正直に言ってしまう方ですね。逆に後輩とかに大丈夫って聞いて、いや大丈夫じゃないっすって帰ってきたときは、私の場合だとそのままどうしたんって聞くんですけど、でもそれができない人の気持ちもわかるんですよね。職場での関係っていうのは、どこまで踏み込むべきか、逆に踏み込んだことで邪魔にならないか、いろんなことを考えながらみんな話しているんですよね。
うん。実はコミュニケーションが上手な人って相手の状況に合わせて自分の話し方とか距離感を微調整しているんですよね。心理学ではこれをアコモデーションって呼んだりします。うん。皆さんも自分の国では無意識にやっているはずです。でも日本に来ると日本人が調整しているポイントが自分の国とはちょっと違いますよね。だからあれってなるタイミングがあると思います。このシリーズは日本語版のアコモデーションを一緒に学ぶコーナーと言ってもいいかもしれません。さて、じゃあ本当に助けてほしいときはどうすればいいのという話をして終わりにしたいと思います。ポイントは相手がどこまで関わればいいのかというのを見える形で本音を出すことですね。大丈夫じゃないですで終わると、相手は何を求められているかわからないんですよね。でも、例えば、いや、実はちょっと落ち込んでますね。まあでも、大丈夫です。少し時間があれば回復するので。とかって言えば、相手は、見守ればいいんだなーってわかるわけですね。そうすると、そうですか。まあでも力が必要ならいつでも言ってくださいね。みたいな言葉が返ってくると思います。うん。あるいは、相手に何かを求めるなら、もし時間があれば、後で少し相談させていただけませんかとか言うと、これは相手が選べますよね。本音を出すときに、相手が受け取れる形で渡すと。これが日本語のコミュニケーションの難しいところ、だけど面白いところでもあると思います。今日のポイントをまとめると、大丈夫じゃないですと答えたこと自体は問題ではありません。問題は相手がどう受け取ればいいかわからなくなってしまったことですね。日本語では質問の形をしていても関係性を確認したりとか、あとは維持するための言葉っていうのがたくさんあるんですよね。質問の形をしていても情報を求めているわけではない言葉というのがあります。大丈夫ですかもその一つかもしれません。実はこの話まだ続きがあります。ペイトレオンではなぜそうなるのかというのを私なりの視点で掘り下げています。今回は正直に大丈夫じゃないと答えて空気を止めてしまった海外の人の話をしましたね。でも実は日本人は逆に大丈夫じゃないですと言えずに苦しんでいることが少なくありません。なぜ同じ言葉で正反対の問題が起きるんでしょうか。そんな言葉の奥にある文化や心理についてもう少し詳しく考えてみたい方はぜひペイトレオンの方に遊びに来てください。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。